り解説。1981年公開映画ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1981年ってどんな映画が公開されたか知ってる？お、いい質問だな。1981年は映画界にとってかなり熱い年だったぜ。アクション、SF、ヒューマンドラマ、コメディまで、名作が勢揃いしたんだ。へえ、そんなにすごいの？でも40年以上も前の映画って、今でも楽しめるの？もちろんだぜ。むしろ当時の作品が今の映画に大きな影響を与えていることも多い。例えば、レイダース失われたアークなんかは、今でも冒険映画の代表作として語り継がれているし、エレファントマンは感動の名作として評価が高い。なるほど。それは興味が出てきたわ。ちなみに1981年の映画ってどんな特徴があったの？この年はハリウッド大作と日本映画の両方に傑作が多かったのが特徴だな。アメリカ映画は娯楽性の高いアクション映画が人気だったし、日本映画ではエキステーションのような人間ドラマも注目された。じゃあ今回は1981年に日本で公開された映画のベスト10をランキング形式で紹介するってことね。その通りだぜ。懐かしの名作を10位から1位まで振り返っていくから、最後まで楽しんでくれよな。第10位、ニューヨーク1997。さて、1981年に日本で公開された映画のランキング。まずは第10位。ニューヨーク1997ね。タイトルからして何か荒廃した未来を描いてそうだけど、どんな映画なの？その通りだぜ。レイム。ニューヨーク1997は、ジョン・カーペンター監督の SF アクション映画だ。舞台は1997年の未来、といっても、かなり荒れ果てたディストピアの世界だぜ。なんとアメリカ政府は、犯罪者を隔離するためにニューヨークを丸ごと巨大な刑務所にしちまったんだ。ニューヨークが刑務所。ちょっと想像つかないんだけど。だろ？しかも物語の中心になるのはそのニューヨーク刑務所に、不時着したアメリカ大統領を救い出すっていうミッションなんだぜ。で、その任務を引き受けるのが、カート・ラッセル演じるスネーク・プリスキン。彼は元特殊部隊のエリートで、反骨精神が強くてクールな男だ。なるほど。まさに荒廃した世界のアウトロー的なヒーローって感じね。でも、どうやって大統領を助けるの？スネークは政府に強制的に任務を押し付けられるんだ。もし成功しなければ、体内に埋め込まれた爆弾が爆発するっていうデスゲーム状態だぜ。彼は限られた時間の中で、大統領を探し出し、脱出を試みるんだけど、街は無法者たちの巣窟、いろんな敵と戦いながら、脱出の方法を模索することになる。まさに手に汗握る展開ね。でも、未来の話なのに、ちょっとレトロな雰囲気がある気がする。いいところに気づいたな。この映画は、1980年代の SF らしいアナログ感と荒廃したサイバーパンクの雰囲気が魅力なんだ。カート・ラッセルのハードボイルドな演技や、ジョン・カーペンターらしいシンセサイザーの音楽もかっこよくて、今でもファンが多い作品だぜ。なるほどね。未来の刑務所都市でのサバイバルアクション。かなり熱そう。1981年公開の映画なのに、今見ても面白そうだわ。そうだろ？それじゃあ、次の映画に行くぜ。第9位は愛と悲しみのボレロだ。第9位、愛と悲しみのボレロ。第9位は愛と悲しみのボレロね。タイトルからして、なんだかドラマチックな雰囲気がするわ。その通りだぜ。レイム。この映画は1981年に公開されたフランス映画で、監督は男と女で有名なクロード・ルルーシュだ。実はこれ、単なるラブストーリーじゃなくて、世代を超えた壮大な人生の物語なんだよ。世代を超えた？どういうこと？物語は、第二次世界大戦前から1980年代までの時代を背景に、フランス、アメリカ、ドイツ、ソ連の4つの家族の運命が交差するんだ。それぞれの家族には音楽、ダンス、戦争、愛、別れといったドラマが詰まっていて、まるで歴史を旅するような作品になってるぜ。なるほど。それぞれの国の家族の物語が絡み合っていくのね。音楽っていうキーワードも気になるんだけど、
いいところに気づいたな。この映画の中心には、ボレロの音楽があるんだ。ラベルのボレロを象徴的に使っていて、映画全体を通して流れることで、各登場人物の人生の転機や感情がより深く伝わってくるんだよ。音楽と人生のリンク。確かに、それはグッとくる演出ね。でも、戦争も関わってくるってことは、結構シリアスな話？そうだな。戦争が家族や恋人たちを引き裂き、時代が移り変わることで人生も大きく変わっていく。その中で、音楽やダンスが希望の象徴として描かれているのが印象的だぜ。しかも、映画のラストは驚くべき演出があって、多くの観客を感動させたんだ。へえ、どんなラストなの？それは見てからのお楽しみだぜ。映画の中で描かれる愛、別れ、夢、苦悩。すべてが、ボレロのリズムとともに収束していくんだ。壮大なスケールのドラマに、クラシック音楽がシンクロする。これは芸術的な映画って感じがするわね。そうなんだよ。感動的なシーンが多くて、映画好きにはぜひ一度見てほしい作品だぜ。第8位、ブルース・ブラザース。第8位は、ブルース・ブラザースね。タイトルだけ聞くと、音楽が関係してそうな映画だけど、どんな作品なの？その通りだぜ。レイム、ブルース・ブラザースは、ジョン・ランディス監督が手掛けたアメリカのアクションコメディ映画で、音楽が大きな要素になっている作品なんだ。主演はジョン・ベルーシとダン・エイクロイド。彼らが演じる兄弟、ジェイクとエルウッド・ブルースが大暴れするぜ。音楽がテーマの映画なのに、アクションコメディ？それってどういうこと？物語は、刑務所から出所した兄のジェイクが、孤児院を救うためにお金を集めようとするところから始まるんだ。で弟のエルウッドと一緒に昔のバンド、ブルース・ブラザースバンドを再結成して、ライブで資金を集める計画を立てるんだけど、そこからがめちゃくちゃなんだよ。めちゃくちゃって、どういう意味？とにかく派手なカーチェイスとドタバタ劇の連続なんだ。彼らの行く先々でトラブルが巻き起こって、警察やナチスの残党、カントリーシンガーたちにまで追いかけられる羽目になるんだぜ。しかも、カーチェイスのシーンは当時の映画史上でも類を見ないほどスケールが大きくて、実際に100台以上のパトカーをぶっ壊したっていう伝説もある。そんなに車を壊したの？それってもうアクション映画じゃない。まあ、アクションコメディだからな。でも、それだけじゃない。この映画の最大の魅力は、ブルースやソウルミュージックの大御所たちが出演していることだぜ。アレサ・フランクリン、レイ・チャールズ、ジェームス・ブラウンといった、伝説級のアーティストたちがパフォーマンスを披露していて、音楽ファンにとってもたまらない作品なんだ。すごい、まるで映画の中にライブが組み込まれているみたいね。そうなんだよ。映画としても楽しいし、音楽映画としても最高の作品なんだ。だから、今でもファンが多くて、カルト的な人気を誇っているぜ。派手なカーチェイスと伝説的な音楽パフォーマンス。これは音楽好きじゃなくても楽しめそう。まさにそうだな。とにかくエネルギッシュで笑えてかっこいい映画だから、一度は見てほしいぜ。第7位、駅、ステーション。第7位は、エキステーション。高倉健さん主演の作品だけど、これはどんな映画なの？エキステーションは、1981年に公開された日本映画で、古畑康夫監督、脚本は倉本壮が担当したヒューマンドラマだ。主人公は刑事の三上英二。彼の人生の転機となる出来事や人間模様が、北海道の厳しい自然の中で描かれるぜ。刑事物ってことは、事件が中心の話なの？いや、この映画の主題は事件よりも、男の人生そのものだ。三上は1968年の東京オリンピックで射撃選手として出場するが、警察官としての多忙な仕事との両立ができず、妻の直子との離婚を経験する。さらに、ある事件で上司を目の前で失い、彼の人生は大きく変わるんだ。そういう背景があるのね。その後の三上の人生はどうなるの？時は流れ1976年、三上は捜査のために北海道の増家を訪れる。そこで出会うのが食堂を営む女性吉松鈴子だ。
彼女の兄が事件の容疑者として疑われ、秀次は鈴子との関係を築きながらも、複雑な感情を抱えることになる。なるほど。人間ドラマがじっくり描かれるのね。でも、タイトルが駅っていうのが気になるわ。そこがこの映画のポイントだぜ。物語の舞台となる駅は、人々が行き交い、出会いと別れが繰り返される場所だろ？三上にとっても、駅は人生の分岐点の象徴なんだ。彼は旅をする中で、自分の過去と向き合い、新たな出会いを重ねる。そういうことか。じゃあ、増毛での出会いもまた人生の転機だったのね。その通りだ。そして1979年、三上は増毛の居酒屋、桐子の女将柳田桐子と出会う。彼女との交流を通じて、秀次は再び自分の生き方を見つめ直していくんだ。倍賞千恵子さんが演じた桐子の役ね。でも、このキャスティングには裏話があったって聞いたけど？そうなんだよ。実は古畑監督は最初、桐子役に倍賞光子を考えていたんだ。でも、倍賞光子が脚本を読んでお姉ちゃんにやらせてほしいって申し出たんだよ。自分が出演するチャンスだったのに？そう。倍賞光子はお姉ちゃんがこの役で賞を取るからと強く押したんだ。でも、監督は最初、倍賞千恵子に対して艶っぽさが足りないかも、と不安を感じていたらしい。さらに、松竹の幹部が倍賞千恵子の出演を拒否するという問題もあったんだ。それは大変だったわね。どうやって出演が決まったの？倍賞千恵子本人が松竹の社長に直談判して、この映画に出られないなら松竹を辞めますって言い切ったんだ。それでようやく出演が決まったんだぜ。しかも撮影で久しぶりに彼女に会った古畑監督は、こんなに美しい人だったのか、と驚いたそうだ。すごい情熱ね。それだけ思い入れのある役だったってことね。そうだな。倍賞千恵子の演技も素晴らしくて、映画の中で桐子という女性が持つ人生の哀愁や優しさが見事に表現されているんだ。人生の出会いと別れ、そして人の生き方を描いた作品。まさに大人のドラマって感じね。その通りだ。シンプルな物語の中に、人生の機微が詰まった名作だぜ。第6位、クリスタル殺人事件。第6位は、クリスタル殺人事件ね。アガサ・クリステの作品が原作だと聞いたけど、どんな映画なの？そうだぜ。レイム。クリスタル殺人事件は、1980年に公開されたイギリスのミステリー映画で、原作はアガサ・クリステの鏡は横にひび割れてだ。監督はガイ・ハミルトンで、主演はアンジェラ・ランズベリーがミス・マープルを演じている。ミス・マープルが登場する物語なのね。ストーリーはどんな感じ？物語の舞台は1953年、イングランドの小さな村セントメアリミードだ。ハリウッドの大女優マリーナ・クレップが、夫で映画監督のジェイソン・ラッドと共に村に滞在し、映画の撮影を行っている。その際、村で開かれたパーティーで、マリーナのファンであるヘザー・バブコックが突然死亡する事件が起きるんだ。それは不思議な事件ね。彼女の死因は何だったの？検視の結果、ヘザーはカクテルに混入された毒物によって殺害されたことが判明する。しかも、そのカクテルは本来マリーナが飲むはずだったものなんだ。じゃあ、マリーナが狙われていた可能性が高いのね。その通りだ。捜査が進む中で、マリーナの秘書であるエラ・ジリンスキーも毒殺される。事件の背後には、マリーナの過去や人間関係が深く関わっていることが明らかになっていくんだ。ミス・マープルはどのようにして事件を解決するの？ミス・マープルは、村人たちとの交流や観察を通じて、事件の真相に迫っていく。彼女の鋭い洞察力と推理で、意外な犯人と動機が明らかになるんだ。なるほど。クラシックなミステリー映画って感じね。そうだな。豪華なキャストと緻密なストーリー展開が魅力の作品だぜ。第5位、プライベート、ベンジャミン。次は、プライベート・ベンジャミンね。どんな映画なのかしら？これは1980年に公開されたアメリカのコメディ映画で、主演はゴールディ・ホーンだぜ。彼女はこの作品でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたんだ。物語は、裕福な家庭に育った28歳のジュディ・ベンジャミンが主人公だ。
彼女は理想的な結婚を夢見ていたが、新婚初夜に夫が急死してしまうんだ。それはショックね。その後、彼女はどうするの？失意の中、ジュディは軍のリクルーターに出会い、軍隊生活が自分に新たな家族を提供してくれると信じて入隊を決意する。しかし、現実の軍隊生活は彼女の想像とは大きく異なり、厳しい訓練や規律に直面することになるんだ。お嬢様育ちの彼女にとって、軍隊生活は大変そうね。そうだな。最初は戸惑いと不満を感じていたジュディだけど、次第に自分を見つめ直し、困難を乗り越えることで自立した女性へと成長していくんだ。この映画は、女性の自己発見と成長をユーモラスに描いているんだぜ。コメディ映画だけど、深いテーマも含まれているのね。その通りだ。ジュディの成長を通じて、自己のアイデンティティや自立の大切さを考えさせられる作品だ。ゴールディ・ホーンの魅力的な演技も相まって、多くの人々に愛される映画となっているんだ。面白そうね。見てみたいわ。ぜひチェックしてみてくれ。笑いながらも考えさせられる。そんな作品だぜ。第4位、007 Your Eyes Only。次は007 Your Eyes Only ね。どんな映画なのかしら？これは1981年に公開されたジェームズ・ボンドシリーズの第12作目だぜ。主演はロジャー・ムーアで、前作までの派手なガジェットや SF 要素を抑えて、原点回帰のシリアスな路線が特徴なんだ。具体的にはどんなストーリーなの？イギリスの情報収集船が沈没して、東西の軍事バランスを崩す可能性のある、ミサイル誘導装置 ATAC が海中に眠ることになる。ボンドはその回収任務を受けて、ギリシャの富豪クリスタトスと対峙するんだ。彼は ATAC を東側に売り渡そうとしていて、ボンドは彼の陰謀を阻止しようとする。なるほど。アクションシーンも見どころなの？ああ、特に険しい山道でのカーチェイスや、絶壁でのクライミングシーンは緊張感があって見応えがあるぜ。派手なガジェットに頼らない、肉体を駆使した本格的なアクションが魅力なんだ。それは面白そうね。ボンドガールは誰が演じているの？フランスの女優、キャロル・ブーケが演じるメリナ・ハブロックだ。彼女は両親を殺されて復讐を誓う女性で、ボンドと共に行動するんだ。シリアスな展開と本格的なアクション。興味が湧いてきたわ。ぜひ見てみてくれ。シリーズの中でも異色の作品で、深みのあるストーリーが楽しめるぜ。第3位、魔界転生。次は魔界転生ね。タイトルからしてすごいインパクトがあるけど、どんな映画なの？これは1981年に公開された深作金次監督の作品で、山田風太郎の同名小説が原作だ。時代劇とホラー、アクションを融合させた異色の映画で、江戸時代の終わりに天草四郎が魔界の力を借りて蘇り、歴史上の剣豪たちを復活させて幕府への復讐を企てるんだ。復活した剣豪たちって、具体的に誰がいるの？例えば、剣豪宮本武蔵や宝蔵院飲春、さらには細川ガラシャ夫人などが登場する。彼らはそれぞれ未練や怨念を抱えたまま蘇り、天草四郎の配下となって幕府転覆を目指すんだよ。なるほど。主人公は誰なの？主人公は柳生十兵衛だ。彼は蘇った剣豪たちと戦い、幕府を守るために立ち上がるんだ。千葉真一が演じていて、まさにハードなアクションが満載の作品だぜ。キャストも豪華そうね。そうなんだよ。天草四郎役は沢田研二が演じていて、その妖艶な雰囲気が作品の世界観にぴったりだった。他にも尾形健や真田広之、和歌山富三郎といった名優が勢揃いしていたんだ。すごい面々ね。でも、この映画って撮影時に色々と大変なことがあったって聞いたけど？そうなんだよ。実は撮影が始まるまでに約1年もの準備期間があったんだけど、いざクランクインすると、次々とトラブルが発生したんだ。まず、宝蔵院飲春を演じた室田秀夫が、槍術の稽古中に右足首を捻挫してしまった。いきなり怪我。それは大変ね。さらに、伊賀の桐丸を演じる真田広之が食あたりで入院し、細川ガラシャ夫人に抜擢された高瀬春菜は、クランクイン直前に病気で降板するという事態になったんだ。
なんだか呪われてるみたい。まさにそう感じたスタッフも多かったらしいぜ。しかも、映画スタッフの間でも事故や怪我が相次いで、撮影現場がピリピリした雰囲気になっていったんだ。それを見かねたプロデューサーの角川春樹が、なんと自ら神官となってお祓いの儀式を行ったんだよ。プロデューサーが神官になったの？そうだぜ。千葉真一や沢田研二をはじめとするキャストや、深作監督以下のスタッフも参列して、再び神事を行ったらしい。おかげで、それ以降は順調に撮影が進んだんだとか。すごい話ね。まるで映画の内容そのものみたい。本当にそうだな。まるで呪いを封じる儀式みたいな感じだったらしいぜ。でも、その苦労の甲斐もあって、完成した映画は圧倒的な迫力を持った名作になったんだ。時代劇とホラー、アクションが融合した異色の映画。それに加えて撮影の裏話まで。これは見てみたくなるわね。そうだろ？日本映画の歴史に残る傑作だから、ぜひ一度見てみることをお勧めするぜ。第2位、エレファントマン。次は、エレファントマンね。タイトルからして印象的だけど、どんな映画なの？これは1980年に公開されたデビッド・リンチ監督の作品で、19世紀末のロンドンを舞台に、奇形のためエレファントマンと呼ばれた青年、ジョン・メリックの実話を描いているんだ。実話なのね。どんなストーリーなの？見せ物小屋で見せ物として扱われていたジョン・メリックを、外科医のトリーブス医師が発見し、彼を病院に引き取るところから物語は始まる。最初は知能が低いと思われていたメリックだけど、実は高い知性と優しい心を持っていることが次第に明らかになるんだ。見た目だけで判断されていたけど、実際は違ったのね。そうなんだ。彼の内面の美しさが周囲の人々の心を動かし、次第に社会との交流が広がっていく。しかし、一方で彼を好奇の目で見る人々や、再び見せ物として利用しようとする者も現れるんだ。人間の善と悪、両方が描かれているのね。その通りだぜ。ジョン・メリックを演じたジョン・ハートの演技は高く評価され、アカデミー賞主演男優賞にノミネートされたんだ。さらに、トリーブス医師を演じたアンソニー・ホプキンスの演技も見どころだ。キャストも豪華なのね。ああ、そしてこの映画は白黒で撮影されていて、その映像美が物語の雰囲気をより深めているんだ。白黒映画なんだ。興味深いわね。人間の尊厳や偏見について深く考えさせられる作品だから、ぜひ見てみてほしいぜ。第1位、レイダース失われたアーク。ついに第1位ね。レイダース失われたアークって、どんな映画なの？これは1981年に公開された、スティーブン・スピルバーグ監督とジョージ・ルーカス制作総指揮の冒険映画だぜ。主人公は考古学者のインディアナ・ジョーンズ。彼が旧約聖書に登場する聖室アークをめぐって、ナチスドイツと争奪戦を繰り広げる物語なんだ。インディアナ・ジョーンズって、あの帽子とムチがトレードマークの？そう、そのインディだ。舞台は1936年。ナチスが世界征服のために神秘的な力を持つとされる聖室を手に入れようとする。アメリカ政府はそれを阻止するため、インディに聖室の奪取を依頼するんだ。なるほど。どんな冒険が待っているの？インディはネパールやエジプトを巡り、古代遺跡の罠をくぐり抜け、ナチスやライバルの考古学者ルネ・ベロックと対峙する。手に汗握るアクションシーンや、謎解きの要素が満載なんだ。スリリングな展開が続くのね。ああ、特に有名なのは、巨大な岩が転がってくるシーンや、蛇がうじゃうじゃいる遺跡での場面だな。これらは映画史に残る名シーンとして知られている。聞いただけでドキドキするわ。この映画の成功で、インディアナ・ジョーンズは一躍人気キャラクターとなり、シリーズ化もされたんだ。冒険映画の金字塔として、多くの人々に影響を与えた作品だぜ。まさに不朽の名作ね。見てみたくなったわ。ぜひ見てくれ。きっとその魅力に引き込まれるはずだぜ。総評、まとめ。いやー、1981年の映画を振り返ってみると、本当に名作揃いだったわね。そうだな。アクション、ミステリー、ドラマ、SF、コメディと、幅広いジャンルの映画が揃っていて、
今見ても色褪せない作品ばかりだったぜ。特に、レイダース失われたアークや、007 Your Eyes Only みたいなアクション映画は、今のハリウッド映画の原型を作ったって感じがするわ。ああ、まさにその通りだ。スティーブン・スピルバーグやジョージ・ルーカスの影響力は今でも絶大だし、インディ・ジョーンズのようなキャラクターは世界中の映画ファンに愛されている。それに、エレファントマンみたいに心に残る感動作もあったし、魔界転生のような日本独特の時代劇ファンタジーもあったわね。そうなんだ。エレファントマンは人間の尊厳や偏見について考えさせられる作品だったし、魔界転生はアクションとホラーが融合した独特の世界観が魅力的だった。こうした映画の多様性が、1981年の映画界の豊かさを物語っているな。コメディ映画も印象的だったわ。プライベート・ベンジャミンは、女性の自立をテーマにしたユーモラスな作品だったし、ブルース・ブラザースは音楽とアクションが見事に融合していたわ。どの作品もそれぞれの魅力があって、今見ても十分に楽しめるものばかりだ。映画史に残る名作が多かったねんと言えるな。じゃあ、これからも過去の名作映画をどんどんチェックしていきたいわね。それがいいぜ。映画は時代を超えて楽しめる最高のエンタメだからな。また次の機会に、別の時代の映画も掘り下げていこうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。